はい、スマートモビリティモジュールプロジェクトの説明をさせていただきます。未来の住まいとライフスタイル革命、災害対応と自給自足で社会課題を解決。はい、プロフィールとはですね、動画などで省かせていただきます。課題ですね、現実社会問題ということで、災害に関してはもう日々ですね、報道が、日本もね、すごく、連日のようにね、報道が上がっていると思います。大きなものですとか、ちょっとしたものもね、ここ最近は頻発に、ニュースがね、あると思います。あとは世界的にも、これは災害と呼ばれるものだけではないですけど、紛争ですとか、様々な、同時多発的にですね、世界中が起きているんじゃないかなと、そういった時代がですね、その中で避難所ですとか、そういった空間の場所にですね、問題が今後ね、さらに起きてくると。それから、不動産の限界と言われてはいます。これは大国と言われている国とかもそうだと思いますけど、不動産のね、実際のいろんな部分での問題が今、どんどん起きてきています。30年とか35年ぐらいのね、ローンで、組んだとしてもですね、建物側の方の価値がどんどんなくなっていってしまって、土地側の方にですね、ほとんどの方が、資産価値っていうのが残るというところになりますので、だいたい、年数重ねますと、どんどんね、固定資産としてのね、価値、その辺がね、いろんな問題があるかと思います。またそれ以上にね、修繕費がかかったりですとか、管理費、また、不動産と言われているものはですね、登記も含めて、税金もそうですし、様々なその場所の制約ですとか、そういった規制がね、すごく多いものだったりします。はい。それで、さらにですね、今、インフレですね。様々な部分のもう、物価、いろんなものが上がっています。もう、ここ、ね、5年、10年、20年前のね、同じような商品であっても、どんなものもね、今も、ほとんどね、すごいね、価格が、ね、つけられています。さらに今後もね、その利上げですとかっていう部分で、不動産の、部分も、特に日本もですね、ここ最近、利上げの問題で今世界中がね、すごく、そのキャリートレードと言われているものだったりとかね、そういったものの現象もあったりはしたので、そういった事態が起きていると思いますが、もう今後その住宅ローンと言われているものとかね、不動産、そういったものにもね、大きく影響が今後いろいろ出てくると、言われております。その中ではまたさらにね、ホテルと言われているものところですね、宿泊施設と、ね、そういった部分もね、高騰してますし、これがスタグフレーションと言われているね、現象でよく、ただ物価だけがね、どんどん上昇していて、この収入的なものですね、がなかなか上がったようにね、見えてても、実際のところはね、それ以外の支出が多くなってきていてしまっていて、すごくね、圧迫、ね、されているような、現実があるかと思います。これはもう世界的なこの情勢っていうのも含めてなので、一概ね、どこの国だけとかっていうことではないんですが、もうこれ世界中に起きているね、現象というところです。で、日本ではですね、空き家の問題としてよくね、こう言われています。大体今2025年推計で、大体900からね、1000万個くらいのね、空き家があるというようなことが出ています。その中のね、再建築の、ができないというところですとか、まあ、その先ほど申し上げた建物側の価値がないという部分もあったりする中で、そのリフォームの費用ですとか、それ以外の様々なですね、立っていたら様々なそのインフラの部分の工事ですとか、様々な問題がその土地に関係する部分だったり、いろいろね、問題が出てきてしまって、なかなかその費用面とか運用面でね、維持できないという、ね、課題があったりします。そしてエネルギーの問題ですね。食料の危機とも言われていますが、インフラですね、電気、ガス、そして食料品のね、高騰は、これはもう本当に、一般的にお米とかね、卵とか、野菜とかもそうかもしれませんが、まだまだね、今後も、さらに起こり得る、ね、今、世の中のね、報道を見ていただければわかる通り、国際的にその災害だけではなくて、紛争的なもの、そして兵器に関係する部分で、気象のね、そういったものだったり、国際問題とか、関税と言われている問題とかね、様々な部分で、価格がね、ちょっといろいろ出ています。この資本主義と言われているもののね、いろんな部分での支障もね、出てきているんじゃないかなと。その中で、今後ね、自分たちの国だったり、自分たちの地域でね、自給自足していくというニーズが今高まってきていると言われております。はい。その解決策の一つとして、スマートモビリティハウスのね、革新と
その中でミッション、従来のね、住宅の概念を打破して、移動可能ですね、自給自足型の住まいをね、提供としております。その中の特徴としまして、まず一般的な住宅ですと、その宅地っていう部分のね、建てるっていう部分だったりとか、その地域のね、そのいろいろな、その住環境のですね、いろんな制限があると思いますが、その地目のね、制限がまず外れるっていうところと、移動をね、設置が可能というものですね。モジュールハウスって言われているものですね。なかなか聞き慣れないと思われます。コンテナハウスとかね、タイニーハウス、モバイルハウスと言われているもの。特にこのトレーラーハウスって言われているものがね、近年いろいろ多くなっていると思いますが、トレーラーの場合は下にタイヤがついているものなんですが、モジュールの場合も別にこのタイヤがついてもつかなくても、モジュールハウスって言われているものの概念としては、基本的に工場でね、生産していくもの、それを組み合わせていくっていうような概念のハウスになります。なので、そのプレハブみたいな、本当に軽量鉄骨というか、軽量なものから、本当に一般的な、木造から、一般的なね、住居で使っているような、建材とかも使って、製造することが可能と言われております。その、以外にね、IoT、AI とかはね、今いろいろ普及してますけど、そういったもので、遠隔ね、管理ですとか、スマートフォームって言われているような IoT のものですとか、その通信の部分に関してもスターリンクとかで、これはスターリンクでね、特に決まってるわけではないんですが、その通信部分で、移動先どこでもね、使えるっていう部分だったりとかで、その通信の部分の、インフラ、そして農地の部分ですね、農業の部分での DX ですとか、そういった場所でもね、すぐに設置が可能という部分の、ことがね、考えられます。はい。で、自給自足ですね。軽量ソーラーパネル。ソーラーパネル、メガソーラーとかかなりちょっといろいろ問題になっているかと思いますが、大きなところにね、この環境を破壊してっていう部分ではなくて、その電気の部分で全てに 100% っていうわけにはいかないかもしれませんが、一部分だけでもですね、ソーラーパネルみたいなものをね、活用したりですとか、エネルギーの部分で、様々な、この供給、すべてをね、依存するわけではなくて、そういった自給自足をしたりですとか、あと、水ですね。浄水タンクですとか、あとはプロパンと言われているガスも、今いろんなタイプが、いろんなところでね、今出ています。それを災害対策用に日本ではいろいろ対策しておりまして、こういったもので、いろんなところで、ね、使えるもの、ポータブルバッテリーもそうかもしれませんが、災害用グッズというわけではなくて、そういったものをね、設置することもね、オプションとして付けれます。はい。で、あとは農業とかね、そういった部分での自給自足もそういった場所で、宅地にね、制限がないというところで農地とかですね。農地はちょっといろいろ地目に関してはいろいろあるかもしれないので、変更したりとかっていう手続きが必要かもしれませんが、山林地区ですとか、資材置き場ですとか、一般的な、場所にね、制限なくね、設置をね、することは一応可能と。その辺は基礎工事入れるとか、その辺はいろいろ工夫が必要かもしれませんが、はい。で、災害、地図に関しては即時のね、避難所としてもね、すぐにこういったインフラ設備が中にバスルームですとか、キッチン、いろんな、ね、ベッドルームというか、そういったものもね、つけたユニットとしてね、組むことができますので、すぐに利用が可能と。クレーンで、釣って、トレーラーで運ぶものになりますので、そういった部分で、大きなね、災害等が来るというアラートがあれば、事前にですね、一時的にね、避難所一時避難するというようなこともね、そういったものを使って可能ではないかなと。はい。あとは、そのドローンのね、輸送というのは、これはもうちょっと今後の産業用ドローンという部分で、いろんな部分で、どんどん進化していった中でね、そういった活用ができればなと考えております。もちろん分割して、一回で全部運ぶという部分ではなくて、キットとして、分割したものをね、何度かに分けて、運ぶっていうこともね、その山を越えてみたいなところだったりとかで、ドローンのそこに十分だけを使うっていうこともね、できるんじゃないかなと。はい。これは今後の想定ですね。で、未来ビジョンとしましては、これはちょっとね、かなり先の話になるかもしれませんが、浮遊型のハウスということで、今空飛ぶ車ですとかね、モビリティの部分で様々なものがですね、浮遊していくというものが、ね、出てくるかと思います。
で、ある程度ね、軽量的なものだったりとか、これごと飛んでいくっていう部分ではなくて、その下のね、土台になるものをね、に乗っかってこうね、飛ばすという部分だったりとか、様々なね、ことができるんではないかなと思うんですが、そういった部分のね、ちょっとロマン溢れるというか、そういったビジョンを掲げております。あとは産業用のドローンの輸送ですとか、宇宙開発というのがどんどん進んでますので、そういったところでですね、モジュールで作ったもの、3D プリンターとかですとか、様々な部分でね、こういったものをその場でね、生成してとか、どっかで一時的に作ったものを、宇宙開発のね、一つの計画に役立てていただくとか、そういったね、ビジョンを掲げております。はい、市場機会ということで、ターゲットに関しては、不動産業界様々な今、問題が、ね、価値観がね、だいぶ変わってきてるかなと思います。ハイタワーマンションに住んでとか、不動産に関しても一部の地域に関してはどんどん逆に高騰してますけど、逆に他のね、地域はね、なかなかね、売れなかったりっていうね、いろんな問題があるかと思います。特に日本だけではないですけど、様々な不動産に関しては、大きなね、不動産会社のいろんな問題がね、日々ね、出てきてはいます。特にこの今、資本主義のね、部分だったりとか、世の中の紛争だったりとか、さらにね、それが加速すると言われております。そういった部分の方々にね、違和感を感じる方々ですとか、移住者の方とかですね、すぐにモジュールハウスをね、使うことによって、すぐに利用可能というところですね。で、自治体に関してはね、空き家の活用の部分とかでいろいろ、情報をね、各地域で掲載したりとかもありますけど、その地方の誘致とかでもですね、こういった部分で、あの、行政の方でまとめて、そういったものをね、必要な部分だけどっかに設置していただいて、その地方誘致の一つの、そういったね、プロジェクトみたいな形でね、使っていただくとか、また民泊の事業者さんですとかね、宿泊施設、ホテル等ももちろんですが、そういった部分ですがね、企業であれば店舗、社宅、ワーケーションですとか、リモートワークって言われているね、拠点、そして新しいね、新拠点としてね、何かを出したいっていう時などに活用いただけると。で、市場の規模としては、グローバルモジュラハウスのね、50兆円産業と一応データでは出ています。これは大体10年、15年後というような想定なんですが、さらにこの日本の空き家市場がね、約1000万個という部分と、いろんな部分で今後の部分ね、含めてなんですが、成長性の部分でワーケーション、リモートワーク、インフレの対策需要が増していくと。で、ここの AI、ロボティクス、物流、3D プリンターなどのテクノロジーの進化も加味はされますが、一応今の現状の模様建設市場データ、これ普通にAI とかも含めてですけど、あとその一般的なニュース記事とかでね、出ている、モジュラハウスのね、建設の市場のグローバル規模予測がですね、CAGR で、ね、だいたい7から8%想定ということで、現時点でだいたい13から15兆円規模とされております。で10年後ですね、2036年頃には、ちょっと米ドルがね、今どうなるかわかりませんが、250億ドル、US ドルですが、日本円で約40兆円規模ぐらいに、20年後にはだいたい約80兆円規模ぐらいにはなるというような予測が、これはかなり、現実的な部分で出しております。で、さらに人口のいろんな問題ね、だったり、都市化、一極集中というか、都市にね、集中して住んでたりするのを分散させるっていう部分でね、そういった部分の機会ですかね、急速な成長がね、見込まれると。そのモバイルハウスと言われているものも含めて、いろんなね、危険の部分で、自分たちの住みたい場所を選んでいく。そして、市場のね、成長を促進するような要因とするので、最初の2026年、ここ最近1月の AI の部分も含めた参考資料と出していますが、先ほど申し上げた AI とかロボティクスですね、物流、また 3D プリンター、様々なテクノロジーがですね、浮遊していく、そういった技術等も、今後、やっぱこの今までの10年っていうのと、この今2025年、26年、これからの約ね、この今のいろんなスピード感を見ていただければわかる通り、この10年後、20年後って今までの10年、20年の同じ、スピード感でなくなります。もちろん AI とかロボットとか、そういったものがどんどん今登場してますので、今までの人間がやっていないレベルのことが迅速にできるような時代になりますから、それを、ここの数値として入ってないので、これ入れるとね、かなり
そういったものと抱き合わせて考えていただければ、どれぐらいの指導性があるかっていうのはね、ご検討の余地があるかと思われます。はい、社会的インパクトということで、今、世の中で起きて災害の対応で頻発する、ほぼ毎日のように報道では、マグニチュードいくつみたいなところでね、いろんな報道が出ています。で、その災害のね、部分でもね、即時対応できますし、それ以外に、事前に備えるっていう部分ですとか、そういった部分での、対応と、トレーラーで運ぶ、将来的にはね、ドローンとかでね、被災地などにね、分割してね、運ぶってこともね、可能かと思います。はい。空き家の活用ですね。そして地域の活性化、移住者たちのね、新しい場所でね、新しい環境で新しいことをしようっていう人たちも今ここ最近増えてきていると思います。そういった方たちの支援の一つとして、使えるんではないかなと。で、空き家とかであればね、リフォーム、再建築とかでなかなか時間かけてないとできないっていう部分も含めて、土地が空いてればですけど、空き家のね、すぐ近くに置いて、両方でね、空き家のその古い建物と、この新しいね、モチュールハウスをね、一つあれば、そこで、利用がね、できますから、そういった部分でね、すぐに利用することが可能と。で、インフレの対策ですね。低コストの住居で生活費の低減。あとはもし所有している方とかだったり、レンタルですとか、様々なこのシェアリングですとか、ね、ことがね、可能ではないかなと。そして自給自足等もですね、今、農業とか、自分たちで地域でね、何かやりたいっていう時とかに、そういった部分で集まって何かをね、やるスペースとしてね、使っていただくとか、いろんなことがね、それでできるかと思います。はい。環境の負荷の低減ですね。軽量の、ソーラーパネルですとか、そのリサイクル素材を部分も含めたことをね、想定していますけど、そういったものを使ったモジュールですね。あと、国産の木のユニット、ハウスという部分で今、立ち上げているものもあります。で、そのモジュールの製造自体が、もともと現地で、毎回毎回大工さんたちとか職人さんたちが行って家を建てるとか、工事をするっていう部分ではなくて、一括して工場である程度の材料とかも均一したもので、先にスケジュール組んでね、作っていくという部分で、様々な部分のね、そういった環境負荷っていうのはね、かなり排除できますので、製造段階の部分での環境負荷低減がね、かなりかかるというのがね、特徴かなと思います。はい。競争優位性というところで、独自性としては、注目選挙がないね、ところで、タクシー以外でね、どこでも一応設置は可能と。もちろんどこでもと言っても、その下の地盤だったら、その辺はね、いろいろ、調査する必要があるかと思いますが、移動可能な対応とのハウスですね。住居、避難所、店舗、農業の、ね、支援的なものも含めたことがね、できるんじゃないかなと。はい。で、IoT ですね。AI、XR の技術等を使って、いろんな新しいものも含めた、ちょっと従来の昔の流れの本当に避難所みたいなところの、部分ではなくて、一般的にある程度ね、スタイリッシュで、高性能なところの、空間という部分で、いろんなね、新しい技術も出てきていますので、そういったものを組み合わせて、ライフスタイルのね、変革だったりがね、できるかなと。そして遠隔の管理ですとかも含めて、そこにいなくてもね、今様々なアプリですとかと連携したり、IoT の部分のね、センサーとかでいろんなことがね、可能となります。で、未来のビジョンとしては、その冬型ハウス、ね、ところを一応目指しております。で、競合他社、競合比較ですね。従来の住宅はかなり高コストで先ほど申し上げた通り、今いろんな問題が不動産の業界出てはいますけども、なかなか今までの従来のやり方とかですと、20年、30年後っていうのがね、なかなか大きなね、買い物になるという部分も含めたり、それ以外のね、コスト、費用ですとか、いろんな部分が、出てきますので、そういった部分の全体的なコストを、から、プレハブと言われている昔ながらの低機能に比べ、材料とかね、現代の工場を一括してそこでまとめて、作られたものを均一してね、一般建築に近づける材質とかで作れるっていうところですとか、そういった柔軟性がね、付加価値がね、高いとされております。そしてサステナブルなね、環境配慮を部分で、認知がね、できると思います。
はい。DAO 組織と未来ビジョンというところなんですが、これは別にブロックチェーンのね、部分で言われている、そのトークンを使って、こう、決済をするとか、そういう部分の DAO っていうところではなくて、トップダウンではないね、フラットの部分の、共に作る競争という部分を抱えています。今のこの資本経済というか、資本主義の、権力主義というかですね、昔ながらのこの一族の、ね、部分での、ピラミッドみたいな形で、今いろんなところでね、支障が起きていますが、そのやり方のね、経営が果たしてこれはね、通用するのかどうかっていうところに、疑問は結構あったりします。で、今、コミュニティの、ね、スタイルですとか、そういった部分での、ね、参加者の、同士の役割というか、そういった部分で、あとはその AI とか、ロボットですとか、今後いろいろね、出てくるかと思いますので、そこの部分でね、この人間がやれる範囲の、本当に好きなことというか、得意なことというか、そういった部分での役割分担というところで、フラットな関係でこう、運営していくような、組織形態っていうのがね、今後はやっぱ長期でね、その大きな、売り上げを上げてとか、俗に言われるこのスタートアップで出口戦略でみたいなところっていうのは私はあんまり考えてないので、長くね、こう、運営していくっていうスタイルの、部分でのこの DAO 組織のね、未来ビジョンというのを掲げております。はい。で、チームとしては、施工、物流、輸入、IT エンジニア、技術者、通信関係ですね、営業のスタイルとチーム等をね、募集しております。はい。で、未来のビジョンとしては、こういったハウスのね、そのまま、空中に浮く機能ですとか、それ以外のことも考えてはいますけど、そのハウス自体のね、部分で、そういったモジュールで作ったものになりますので、いろんなことがね、今後ね、こうオプションとして作れるんではないかなというような、想定はしております。そして、産業用のね、ドローンの輸送ですとか、宇宙開発等のね、一環として、見ております。で、その資本主義経済からね、いろいろ今変革してきていますけど、そのコミュニティ型のね、ワーク、そしてライフスタイルの変革というビジョンを掲げております。はい、共に未来を作る。災害はですね、今、本当に私の言うまでもないですが、ね、報道をね、見ない日もないぐらい、いろんなところでね、あの、どっかで終わったと思ったらまた違う、ね、この火山が噴火だとか、水面上昇、ね、海面が、ね、上昇するとか、今地盤がどうとかね、どっかでこう、いろんなもう古くなってきてね、それが老朽化したものがね、こう、破壊されてとか、いろんな問題が起きたりとかっていうのも含めて、どっかでね、大きいのが来たら、その大きな他のところでもね、こう連動して今いろんなものがね、起きつつあるって言われています。特に日本の場合はですね、そういう、場所というか、島国のね、すごいいい、恵まれたね、そういったものもあるんですけど、ただ、災害という部分に関しては、その場所という、場所柄というか、そういったものもね、あったりします。その中で、こういったね、新しいね、スタイルのね、ことがね、できればいいなと考えています。スマートモビリティハウスね、即時対応していく新しいね、ライフスタイル、DAO 型の競争で、持続可能な社会と未来の住まい、空間ですね。社会課題の解決と、近未来のね、ロマンあふれるビジョンにね、共感していただければなと思います。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。